ディスプレイ搭載で3980円？ありえないコスパのコントローラー、モジョンエーテルが登場。皆さんこんにちは、さくらんです。モジョンから新たに発売された注目のコントローラー、エーテルをレビューします。モジョンというブランド名、聞き慣れない方も多いのではないでしょうか。実は、レインボー2 Pro やレインボー2 SE、ブリッツ2などの数々の人気のコントローラーを生み出してきたビッグビッグウォンが2025年1月からモジョンというブランド名に変更されました。そして今回登場したのがモジョンエーテル。なんと3980円という価格にもかかわらずディスプレイを搭載したコントローラーなんです。早速気になる性能をチェックするために開封していきましょう。外箱はこんな感じです。かなりコンパクトなサイズ感。それではオープン。まず出てきたのはモジョンの公式サイトのサポートセンターの QR コードですね。こちらには USB ドングルが入っています。こちらがモジョンエーテルです。真ん中には液晶ディスプレイが搭載。グリップの部分には変わった模様。十字キーは珍しい形状をしていますね。内容物はこちらです。エーテルにはケーブルは付属されていません。取扱説明書の付属もないですね。最低限の付属品にして価格を抑えているんでしょうね。エーテルの対応機器は Windows、Nintendo Switch、Android、iOS。接続方法は有線接続、Bluetooth 接続、USB ドングルでの低遅延の無線接続。液晶ディスプレイで各種設定が簡単。スティックは長寿命のホールエフェクトスティックが搭載。背面ボタンは2つ。ポーリングレートは有線、無線、両方とも 1000Hz。バッテリーは 600mAh のバッテリーが搭載。サイズはプロコンと比べるとこんな感じ。縦幅や横幅や厚み、プロコンよりも少し大きいサイズ感です。重さは約 215g と軽量です。プロコンは約 246g。サイズはエーテルの方が大きいですが、重さは軽くなっています。エーテルには正面に液晶ディスプレイが搭載されており、ここでコントローラーの各種設定が可能。設定できる項目をチェックしてみましょう。配置ではスティックのデッドゾーンの設定、ボタンのマッピング、連射の設定、トリガーではレースゲームに便利なアナログトリガーか入力が1か0かのクイックトリガーに切り替え、振動の調整ができますね。モードでは X インプットとスイッチモードの切り替え、他にも言語の設定や接続、液晶の明るさの調整、情報ではファームウェアの情報が確認できます。基本的な設定を液晶でさっと変更できて便利です。また日本語対応。くっきりとした字でとても見やすく、充電残量が表示されているのも嬉しいポイントです。エーテルの外観はこんな感じです。APXY ボタンは Xbox 配列。しっかりクリック感のある押し心地。マウスのようなマイクロスイッチの押し心地ではないです。ボタンの直径は約 10mm です。十字キーは風車のような変わった形状ですね。押しにくさはないですね。マイクロスイッチでカチカチとすごくいい押し心地です。スティックはホールエフェクトスティックが搭載。かなりグリップ感が強くて滑りにくく感じます。直径は約 17.3mm。ちなみにフリークはプロフリーク2がぴったりはまりました。上部の外観はこんな感じ。左側には LB ボタンと LT トリガーが搭載。
右側には RB ボタンと RT トリガーが搭載。LB、RB ボタンは幅が太めですね。グリップをしっかり握って LB、RB を押そうとすると、人差し指の角度がきつくて若干押しにくいような気がしますが、後で実際にゲームをプレイして操作感を確かめてみたいと思います。LT、RT トリガーはふかふかのトリガー。トリガーストップは搭載されていません。背面の外観はこんな感じ。背面ボタンは2つ搭載。マイクロスイッチの押し心地でパチパチパチっとクリック感がよく、すごく押しやすいです。グリップはこんな感じ。ドットのザラザラの滑り止めで滑りにくくなっています。任天堂スイッチに接続してゲームをプレイ。いつものようにスプラトゥーン3をプレイしてみようと思ったのですが、ここで残念なお知らせが。実はエーテルにはジャイロ機能が搭載されていないんです。プロコンよりもかなり低価格で注目のコントローラーなので、ジャイロ感度はどうかなとすごく楽しみにしていたので、これは残念でしたね。ジャイロを使用しないゲームでは何の問題もなく遊べますね。スティックはグリップ感がしっかりあり操作しやすいです。また十字キーの押し心地がめちゃくちゃいい。トリガーストップが搭載されていないので、慣れていない方には FPS や TPS は操作しにくいかもしれないですね。またジャイロやマクロ機能が搭載されていないので、好みが分かれるコントローラーかなと思います。次はパソコンに接続してみましょう。ちなみにスティック感度はこんな感じ。デッドゾーンはディスプレイで0に設定しました。感度に問題はなさそうですね。デッドゾーンも設定した通り0になっているようです。次にポーリングレートを計測。有線接続は 1000Hz 以上で出ますね。USB ドングルでの無線接続はこちらも 1000Hz 以上出ました。有線接続だけではなく無線接続でも 1000Hz 超え。優秀ですね。見やすい液晶ディスプレイでアプリやソフトウェアを起動することなく設定を変更可能。ゲームによって設定を変更したい方にはとても便利な機能です。フォートナイトではふかふかのトリガーがちょっと使いづらかったです。トリガーストップも搭載されていると嬉しかったですね。また押し心地に少し違和感を感じた上部の LB、RB ボタンですが、ゲームをプレイしていると全然気にならなかったですね。違和感は感じなかったです。問題なさそうで一安心です。今回はモジョンのエーテルをレビューしました。私が思うエーテルのいいところは、長寿命のホールエフェクトスティックが搭載。正面の液晶ディスプレイで設定が簡単。マイクロスイッチ背面ボタンが2つ搭載。この性能で超低価格というところですね。少し残念なところは、ジャイロ、マクロ機能が搭載されていない。トリガーストップが搭載されていないというところですかね。残念な点もあり、使用する人が限られそうなコントローラーですが、この性能で3980円という超低価格。気軽に購入できるのがいいですね。今後も高性能で低価格のコントローラーをどんどん開発してほしいですね。今後のモジョンに期待です。今回の動画は以上です。チャンネル登録と X のフォローもぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。